こんにちは、ブレイプ東京です。今日はブレイモアの展示会に来てみました。よろしくお願いします。現在、ゆうきさんはインスタグラムのフォロワーが 6.8 万人、ブレイモアというブランドで活動されているデザイナーさんです。では、まずはじめにざっくりとした経歴を教えてもらってもいいですか？はい、昼間は大学に通ってまして、夜文学総学院に夜間のコースで通ってます。学業をしながら SNS で自分のスタイリングだったりとか投稿してまして、自身のブランドも立ち上げて、そちらをインスタグラムや、公式サイトの方で販売している状態になります。東京大学では何を専攻されているんですか？農学部でサステナブルファッションについての専攻をしてます。サステナブルファッション。今ファッション業界の中でもサステナブルは結構重要視されてまして、でも石油産業の次に環境を汚染している産業と言われてるんですよね、アパレル自体が。例えばルイ・ヴィトンのランウェイとかに環境保護活動家プラカードを持って乱入してきたりだとか、そういったことも結構多くあって、そこに自分もこれから表現者を目指していくので着手していきたいという思いがありまして、興味深いデータとか資料が多いので、調べを読みながら修士論文を進めている方になります。文学総学院の方ではどういったことを専攻されているんですか？文学総学院は2部服装科って夜間コースに通ってまして、洋服の作成であったり縫製のことだったりデザインのことだったり歴史のことだったり、メインは服装造形でミシンを使ってダダダって縫いまくったり、作図を定規とルーラー使ってこうやったりとか、そういったことをしている感じです。話を聞いてると、どうやってその2つを両立しているのかっていうのがすごく気になるんですけど。寝てないです。寝てない。そこは意識してですか？ライフスタイルを落とし込もうっていうのは。そうですね。洋服作ってる時はやっぱり日常に基本着れるような洋服は作りたいって思ってまして、たくさん着てもらいたいっていう思いがあるので、本当にいい生地といい仕立てで作ってるので、そういった日常に馴染むような洋服を作りたいと思って、それは後々コンセプトとかにも落とし込んでる形になるんですけど、そういう感じですね。ゆうきさんはいつからファッションに興味がありますか？洋服いついいなって思ったっていうか。服を好きになったのは大学生からです。あんまりお金もなくて自分で作ったりとかもしてたら面白いなと思ってまして、それでちゃんともっと作りたいなっていう思いが出てきて、あと表現者というかデザイナーになりたかったので、だんだん洋服を着る側プラス作る側に回っていく感じです。お金がなくて最初作ってみるっていう発想に僕とかだったらあんまならないんですけど。いや、本当になかったんですよ。そうなんですね。最初はどんな服装好きだったとかありますか？最初でも変わらず変わらないですね。ずっと好きなものがずっと結構ゆったりとバサッと着れるものが楽なので、そういう服装が好きです。肩とかもちょっと落ちてて、あんま窮屈にならないような洋服がすごい快適で好きです。ここからブランドの紹介について入っていこうと思うんですけど、じゃあまずはじめにブレイモアとはどういったブランドなんでしょうか？デザイナーズブランドで、私が作図だったり縫製とかに大きく関わって快適に過ごせるようなドメスティックブランド、そういった立ち位置になります。ブレイモアの名前の由来って何ですか？皆さんに答えたいと思います。カテゴリーはモダンとプロセスぐらいなので、SNS を自分もしている身としては、ファストファッションとかがリーチとしても伸びやすいというか、そういったものがどんどん主流になっていっている中で、いい服を着ていいライフスタイルを送ることも大切だなってのは私も発信しててつくづく思うことがあったので、そういったライフスタイルっていうのを提案するっていうのと、そういうことをして SNS とか私の活動とかを通して日本のそのカルチャー自身に対しても貢献したりとか、ゆくゆくは世界に対してこのスタイルっていうのを広めていきたいっていう思いがありまして、そういうジャンルを新しく風を吹かせられたらいいなっていうふうに思っています。目標は世界ってことなんですね。ゆくゆくは世界では海外の方にも、フォローしていただいてて、結構反応もいただけてるので、できればそういった方たちにも、少ないと思うんですけど、お届けできたら嬉しいなって思いがあります。このブランドのデザインの特徴っていうのは何なんですか？大きく2つの言葉で言うと、ジェンダーレスっていうのと、もう一つが
モダンな印象というか、モダン東京ストリートウェアというそのカテゴリーのジャンルでやらせていただいてるんですけども、上品でかつちょっとだけストリート要素があるというか、普段としても着れるようで、そういった品のあるような形の洋服っていうのが特徴だと思います。でここからは実際に服の方を見させてもらおうと思います。グレイモアの今期のテーマを教えてもらってもいいですか？今期のテーマはフレームというコンセプトで、出させていただいてまして、炎のようなイメージで制作しました。例えばファイヤーマンジャケットに使われるこういうメタルの金属パーツをコートに落とし込んだりだとか、あとはこういう MA1 に炎の揺らぎをイメージしたウェーブとギャザーを入れたりだとか、こういうアーガイルがちょっと炎っぽいので、この柄にもっとこう揺らぎ感というかステッチマークを施して、よりこの炎の揺らぎのようなデザインを施したヘアカーディガンだったりだとか、あとは完売してしまったんですけど、こういうグラフィックを作った柄シャツであったりだとか、あとはこういうプリントを制作してオリジナルのシルエットで構築したスウェットだったりだとか、そういったシリーズになってます。ありそうでないみたいなのがすごい多いですね。一見 MA1 かなとか思ったりするんですけど。あ、そうです。これ全然違います。全然違いますか？ MA1 って丈が短くて中綿が大きくてポン短いものが多いんですけど、そのシルエットがあんまり好きではなくて、なんか新しいシルエットを構築したくて、中に着込めるように1枚の、生地で作って、中が多くても羽織れて風は通さないから暖かく着れる。そしてその上で着丈を長めに設定してバサッと羽織れるようなMA1 のシルエットにしました。そこにこういうウェーブと波線、ウェーブを切り替え線を設けて、ウェーブにギャザーをさらに入れ込まして、より立体的な見た目になるような仕立てにしました。そうするとちょっとエレガントすぎるというか、ちょっと MA1 らしさがなくなってしまうので、ファスナーの号数を大きくして横須賀を作ったっていうのと、 MA1 の特有のこのサイドポケットを設けて、ここもオリジナルでウェーブにしたんですけど、深かったですね。こういうディティールを設けて、横須賀もありつつ上品な MA1 でスラックスやデニムにも合わせやすいものを作りました。でここのギャザーとウェーブが作るのがめちゃくちゃ難しくて、本当に工場さんにもいろいろサンプルを塗ってもらって、なんとか量産させてもらえたという形になってます。結構なんか回数やり取りされた感じですか？そうですよね。で、もう一つ、今期の一押しアイテムというか、一押しアイテム、お客様にも結構お声かけが多いアイテムが、この2色あったファイヤーマンメルトンコートっていうメルトンのファイヤーマンコートになります。でこれが、この金閣寺っていう小説が、これ実話なんですけど、金閣寺が創出したのが1950年なんですね。50年代の時に流行った洋服がこういう金属がついたパーツが世界で流行ってまして、そこの一つにファイヤーマンジャケットっていうものがあって、結構今期のコンセプトに合うなと思いまして、それは割と着丈が短めのミリタリーというか、そういうビッグな洋服だったので、モダンな感じにメルトンのウール調に落とし込めないかなと思いまして、このコートを作るに至りました。そのファイヤーマンジャケットが西洋の消防士の洋服のディティールを落とし込んでいたので、日本のものも入れれないのかなと思いまして、日本の火消しさんの象徴となるような道具で、こういうまといっていうそういう道具がありまして、これをこのデザインにミックスさせて和洋折衷のデザインにして、でそれを現代的な仕立てに少し型が落ちてこうバサッと着れるような仕立てに落とし込んだ、洋服になってます。そこにトレンドのスタンドカラーと、今はあまり袖がキュッとなっているものよりも袖幅があってゆとりがあるような、本当に着ていただいたら分かると思うんですけど、すごく着やすくてかっこいい洋服で、このコードも取り外しができるので、いろんな着方ができるようなデザインのコートになってます。ちょうどここ気になってたんですよ。どういうデザインのソースなのかなって思って。日本の火消しさんのところからいただいてます、インスピレーション。なんかそういうカルチャーとか歴史みたいなものからも感じるんですけど、でもすごくモダンにまとまってるなみたいな。ありがとうございます。そうですね、ブランドのものはできるだけそういうようなコンセプトというかイメージのブランドでやってます。ルック見ててもやっぱこのコートはすごい目立ってたというか、僕の中でかっこいいなって思ってたものだったんで、実物見れてすごいテンション上がってます。後で着てみてほしいです。はい。
実際にファイヤーマンコートを着させていただきました。これ結構似合ってるんじゃないですか。すごい似合ってます。サイズ1、2がありまして、これが2になってます。2なんです仕立てをすごいよくしているので、本当にいろんな身長の方に来ていただいてまして、昨日も身長が155センチぐらいの方がこちらを着用していただいて、すごく可愛い女性の方なんですけど、購入していただいて、本当にいろんな人が結構着れるような仕立てになってます。可愛いですよね。このなんか揺れちゃう感じ、街で歩いててもすごい存在感あるかな。あ、そうですね。それもありつつ、結構ここは取り外しできて、こういうチンタブもついているので、こっちに切り替えて普通のスタンドカラーのコートとして着ることもできるので、トレンドとかそういったものに縛られないというか、いろんな着方もできて、こういうオリジナルのもので割とシンプルにずっと日常でも着れるような洋服にできるデザインです。確かに流行ってる感じは思うんですけど、でもずっと着れるっちゃ着れますもんね。そうですね。これスタンドカラーだけじゃなくてダブルの仕様にもできまして、ダブルこういう感じで着れて、おブローチみたいになって、この裏側が可愛いんですよ。こういうダブルで着ることができます。超可愛いっす。袖もですね、袖口結構広いって。そうなんですよ。袖を外して、このカフスの裏にボタンがついていて、こっちに持ってくると普通のコートの形のこのぐらいの広さで結構広く動かされている。こういうなんかその一つのアイテムでいろんな着方できるみたいな服ってめちゃくちゃ好きですね。可愛いです。超可愛いです。結び方とかもいろいろできるので、後々いろいろ考えたりとか、いろんな方にこれどうとか提案していただいて、いろんな結び方できるので、そういったこともインスタとかブランドアカウントで一つ一つ詳しく詳細をストーリーとかにまとめたり、ハイライトにしたりして、ご紹介できればいいなというふうに思ってます。ゆきさんのインスタグラムぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。最後に今後のブランドの展望とかって教えてもらってもいいですか？そうですね。もっと多くの方に身につけていただけるように、販路拡大だったりとか、もっと循環を大きくしていきたいって思うと、私自身が人生設計の中で東大で普通の就職する道をやめてクリエーションの道に来たので、このまま死ぬ前におじいちゃんになっても心躍るような洋服を作っていけたらいいなというふうに思ってます。素晴らしいです。デザイナーのゆきさんでした。ありがとうございました。